皆さんこんにちは。早5日目に入りました一筆書きの企画ですが、本日も引き続きゴールを目指して進んでいきましょう。昨日は一日中ウィーンの周辺でいろいろ移動してきたんですが、さすがに首都ということで昨日だけでは全部乗り切れなかったので、今日も最初は昨日に続きウィーンの近郊エリアを攻略していきたいと思います。ということで前回はウィーン中央駅まででしたので、今日はここからその続きですね。ホームにやってきましたので、列車の確認からしていきましょう。本日の一番列車ですが、この案内表の一番下、快速列車レギオナルエクスプレス64系統のアイゼンシュタット行きに乗っていきたいと思います。7時18分発とのことで、まだ発車までに少しありますけど、時刻の左に白丸が点滅しているので、ホームにはすでにやってきているっぽいですね。10番線にやってきまして、この右のがアイゼンシュタット行きっぽいですね。奥を見る限り、これ10連っぽいのかな。上の案内表を見て分かったんですが、この便意外にドキッとさせる運行をしてますね。10連だったんですが、これ別の便が途中まで並結されている列車らしく、前の編成が乗りたいアイゼンシュタット行きで、後ろのが途中で切り離される別の便だったみたいです。ではその前の編成に乗っていきましょう。それではアイゼンシュタットに向けて発車です。この行き先のアイゼンシュタットですが、ウィーンの南にある町ということで、ウィーン中央駅からの次の経路はウィーン近郊の南エリアに進んでいきます。で、出発してから少しの間、昨日中央駅へとやってきた向きへと進んでいくのですが、分岐までに駅はありませんので、ここは重複区間にならずセーフですね。ここで向こうに並走する列車が現れました。向こうの路線は昨日乗ってきたマルヘック方面のはずですが、確かこの列車の2分前に S80 系統の便があったので、おそらくそれでしょうね。1分ほど並走して、この辺りでお別れです。ちなみに今走っているここはオーストリア東線といって、ウィーンからハンガリーとの国境までを結ぶ路線ですね。オーストリアとハンガリーを結ぶ重要幹線で、ここにはハンガリーの首都ブダペスト行きはもちろん、その先のウクライナやルーマニア行きの列車など、多くの行き先の国際列車が設定されていますよ。ウィーンから30分ちょっと、パルンドルフオルト駅に到着です。この列車はここでオーストリア東線とはお別れして、別の路線、パンノニア線へと入っていきます。次の駅、ノイジードルアムゼー駅までやってきました。ここも路線が分かれる分岐駅ということで、10連の編成だったこの列車ですが、ここで切り離されて、それぞれ別の行き先に行くようですね。出発してすぐのここで、もう片方の路線とはお別れ。向こうはハンガリーとの国境近くのパムハーゲンというところまで続いていて、その先もハンガリーへとつながっているのですが、この企画としては国外に出て終わりになってしまうので、面白そうな路線ではあるんですが、あっちへ進むことはできないですね。こっち側の車窓の向こうにノイジードル湖というすごく大きい湖があるはずなんですが、かなり平たい土地なのか全く見えませんね、これ。ウィーン中央駅から乗ること1時間10分、終点のアイゼンシュタット駅に到着です。ここは分岐駅ではなく路線の途中なんですが、路線系統が切り替わる駅ですので、ここでその先に進む列車に乗り換えていきます。ホームを移動してきまして、この右のが先に進む列車だそうです。それでは出発。4分ほどの乗り換え時間でしたので、すぐ発車しましたね。で、乗りましたのはレギオナルエクスプレス65系統の快速列車なんですが、その行き先はなんと、ウィーン中央駅。
ウィーン中央駅からここまでやってきたわけですが、乗り換え先の列車もウィーン中央駅行きということで、ここで振り出しの駅に戻る向きで乗っていっちゃいます。ってなるとは思いますが、もちろん経由する路線は違いますよ。先ほどの列車では東方面の幹線を進んでから南方向のこの路線に入ってやってきましたが、こちらはここからちょっと南西にある分岐駅から北上して市街地のあたりで西側から回りつつ中央駅に向かう経路と全く違う路線を通っていきます。まあ要するに巨大なループ路線みたいなものでしょうか。ここは6分ほど乗りまして2駅先のブルカプローダースドルフ駅に到着です。やってきましたこの駅ですが、ここで初めてスタートからずっとお世話になってきたオーストリア連邦鉄道の管轄外となるエリアとなります。ここは別の鉄道会社ジェールショプロンエーベンフルト鉄道が管理する駅と路線になりまして、ここから少しの区間はその会社の路線に乗り入れていくことになります。もちろんオーストリア内かつ U レールパスで乗れるので、最初に説明したルールの範囲内で可能な移動ですね。6分ほど止まってブルカプローダースドルフ駅を発車しました。ここでは進行方向が変わって反対方向の北向きに進んでいきます。で、ここからしばらくはさっき言った別の会社ジェールショプロンエーベンフルト鉄道が管理する路線を走行していきますよ。ここでアイゼンシュタット駅方面の路線とはお別れ。列車はここからほぼ真北にあるウィーンを目指していきます。2駅に止まり15分くらい進んだここで別の路線と合流です。そしてここでジェールショプロンエーベンフルト鉄道の管理する区間は終わってオーストリア連邦鉄道の路線に復帰ですね。合流するとすぐにエーベンフルト駅に到着。向こうに反対列車が止まってますが、あの黄色と緑の塗装の電車がここまで通ってきたジェールショプロンエーベンフルト鉄道が保有している車両ですね。エーベンフルト駅を発車しましたが、ここではまた進行方向が変わりまして逆向きに進んでいきます。このレギオナルエクスプレス65系統は短時間で2回もスイッチバックするというなかなか変わった路線なんですよね。向こうに列車がいますよ。駅を出てちょっと進んだところで駅とは別にあった本線側の路線と合流するんですが、その本線側に回送ですかね、列車が止まってますね。営業列車ではないと思いますが、ディーゼル機関車に近郊用の客車なので、おそらく南の非電化区間で使われた列車の回送でしょうか。エーベンフルト駅から先はポッテンドルフ線という高速で走れる路線を北上していきますよ。ここは2010年代前半まではローカル線だったのですが、並行する南方面の幹線の追加路線として複線で高速化されたみたいですね。高速化後はこの近郊列車のほか夜行列車や一部の長距離列車がここ経由なんだとか。ここは各駅停車も運行されているので、こんな感じでこのレギオナルエクスプレスは通過駅もありますね。ということで次の乗り換え駅に到着。やってきましたのはウィーンマイドリング駅。ここは朝出発したウィーン中央駅から西に2駅隣にある駅になるんですが、長距離列車や快速列車としては隣の駅なので、ここまで2時間かけて実質1駅移動してきたことになりました。マイドリング駅までやってきたところで次に乗っていくのはこちらの列車。長距離列車のインターシティ533便グラーツ中央駅行きです。昨日今日とかなり複雑なルートでウィーン周辺に乗ってきたわけですが、このマイドリング駅まで来たところで無事攻略ですね。ということで次は南方面の長距離列車に乗り、まだ行っていない残りの南部エリアを目指したいと思います。インターシティがやってくるまでもう少しありますが、向こうのホームに面白い列車がやってきましたよ。これはあれですね、ルーマニアの首都ブカレストからやってきた夜行急行列車ですね。
オーストリアでは珍しいルーマニアの客車がつながっている列車なのでたまたまやってきたのですが、見られてラッキーでした。乗る便がやってきました。やってきたこの先頭の機関車、レールジェット塗装のですよ。インターシティ便で通常の客車なのに機関車は別の専用塗装という、とても面白い組み合わせの列車に乗れていいですね。一番先頭側にあった一等車にも乗れるんですが、ここはせっかくの客車ということで、後方展望目当てで最後尾の客車で空席を探してみます。さあ、空いてるでしょうか。一番最後尾側のコンパートメントが空いてますね。それでは南に向けて出発ですよ。ホームに結構人がいたので乗る人多いのかなと思いきや、全然誰も乗りませんでしたね。後続に西方面のインターシティ便があったので、みんなそれ待ちだったのかも。コンパートメントですが、中の様子はこんな感じ。3人横並びの座席が対面で向かい合っていて、1個室あたりは6席ですね。窓側にはコンセントと簡易的なテーブルもありますよ。座席の上にはそれぞれの席番号と荷物棚があって、入り口ドアの上には空調の操作や室内照明のスイッチとアナウンスの音量、そして非常用のレバーですね。で、乗ったこの列車ですが、ものすごく停車駅が少ない速達便でして、終点のグラーツ中央駅までは約210キロあるんですが、それを途中2駅しか止まらずに進んでいく便になっています。特に乗ったマイドリング駅から次の駅までがすごくて、出発したらその後1時間40分は止まらないという無停車っぷり。ウィーンから乗ったら最後、かなり南の方まで連れて行かれるので、絶対に乗り間違えたくない便ですね、これ。ということで客車の醍醐味、後方展望タイム。基本的にオーストリアでは運転席後ろの窓という概念はないので、こういった視点で見られるのは運転台もない普通の客車限定になってますよ。でも最近では電車編成が増えてきていて、こういった景色を見られる列車も徐々に少なくなってきているのが少し残念ですね。マイドリング駅から20分ほどのここでウィナーノイシュタット中央駅を通過していきます。ここはウィーン南部のいろいろな路線が分岐する主要駅で、今まで全ての列車が停車するレベルの駅だったのですが、2025年12月の改正で優等列車の改編が行われた際に上位の速達便が通過するようになったようです。まあ日本で例えると横浜や大宮、関西だと天王寺でしょうか。それらを通過する列車みたいなものでしょうかね。ウィナーノイシュタットからさらに15分ほど進んだここでグログニッツというところを通過しまして、ここからセメリング鉄道という世界遺産に指定されている区間に突入です。セメリング鉄道は1850年代に作られたんですが、特殊な設備を使わずに車輪だけで急勾配区間を克服した世界で初めての標準機山岳鉄道なんだとか。そのためすごくルートが面白く、ループ線はないものの、この辺り一帯にあるいろんな山の裾を伝うように登っていくんですよ。世界遺産というすごい肩書きを持つ区間なんですが、今でも現役の幹線ということで、この列車も当たり前のようにそのまま突入していきますね。ただこの区間、今絶賛ショートカットトンネルが建設中ですので、優等列車で通過する様子を体験したい場合は、早めに乗りに行った方がいいかもです。公式によると2029年12月開業らしいので、この動画を撮っている時点でも、あと3年半くらいしかないっぽいですね。世界遺産自体はグログニッツ駅から始まってるんですが、本格的な山岳地帯に入るのはこのパイエルバッハ・ライヘナウ駅からで、さらにウィーンの近郊エリアもここまでで、ここからはエリアをまたぐ2時間に1本の普通列車と、このような長距離列車に貨物列車のみが走っている区間に突入します。この区間で一番有名な橋までやってきましたよ。
カルトリンネ橋という石造り2段アーチの橋で、オーストリアの通貨がユーロになる前のシリング時代には、ここを含めた景色がお札にもなったほどだとか。今は改修工事の真っ只中みたいですね。ちなみに少し高台にある建物なんですが、鉄道博物館になっていまして、あの位置から見る橋の景色はすごくいいらしいですよ。寒い時期ばかりに行くせいか開館している日がなくて、まだ一度も訪問できてないのですが、一度は行ってみたいですね。世界遺産区間の始まり地点から30分ほどで、この辺りのメイン駅であるセメリング駅までやってきました。もちろんこの列車は通過です。麓から30分と結構な時間がかかってるんですが、急カーブに急勾配とスピードはあまり出せないので、距離自体は30キロもいかないくらいと、かなりゆっくりな速度になってます。それでは乗り換え駅に到着です。やってきましたのは、マイドリング駅から1時間40分ほど乗った次の駅、ブルック・アンデアムール駅。ここは分岐駅となっていまして、乗ってきたインターシティ便はここから南にあるグラーツへと向かうんですが、そっちへ行ってしまうと遠回りできないということで、南のグラーツ方面ではなく、ここから分かれる南西方面の路線に乗り換えていきますよ。で、次はここからこの地域の S バーン、各駅停車に乗っていくのですが、アプリでは1番線となっていたので、案内が出てないですが、これですかね。これで合ってるっぽいので乗っていきます。それでは発車。乗りましたのはこの地域の S バーン、S8 系統のユーデンブルク行きです。この電車で終点のユーデンブルク駅まで乗っていきたいと思います。ほぼ駅の端くらいの位置で南のグラーツ方面とはお別れして西へと進んでいきます。12分ほどで3駅先にある次の主要駅、レオーベン中央駅に到着。ここは国内の東西南北の長距離列車がそれぞれ接続する重要な乗り換え駅で、かつドイツやイタリア方面の国際列車も発着する主要駅だったのですが、去年のダイヤ改正で高速船が開業したことにより、国際列車を含む長距離列車の大半がそっち経由になってしまい、ほぼ近郊列車とインターレギオ便のみがやってくるだけの駅になってしまったという悲しい出来事があったりします。ちなみにここレオーベンはビール消費量が多いオーストリアの中でも一番人気があるゲッサービールが作られているところですね。レオーベンを出てしばらくすると、ここでこの先進んでいく線路とは分かれて別方面へと進みますよ。そして進んだ先でザンクト・ミハイル駅というところに到着です。8分ほど止まってザンクト・ミハイル駅を発車なんですが、ここは逆向きに出発。実はこの列車が進んでいく路線上にはなく、分岐している別の方面の路線上にあるということで、ここだけスイッチバックする形で止まるという珍しい途中駅なんですよね。先ほどの分岐地点はデルタ線になっているので、この先はそのままこの向きで先に進んでいくことになります。実はこの後、ブルック・アンデアムール駅を後に出る同じ方面のインターレギオ便に乗り換えるのですが、そのインターレギオ便はここを通過してしまうので、その前にわざわざこれに乗ったのは、このデルタ線を経由することで少し距離が伸びるからなんですよね。ちなみにこの移動で1キロほど距離が伸びます。ということで1時間ほど乗りまして、終点のユーデンブルク駅に到着。ここでは先ほど言った後続のインターレギオ便に乗り換えていきますよ。ここはグラーツを中心としたシュタイヤーマルク州というところで、ここまで乗ってきた S バーンの S8 系統もこのエリアでの運行路線だったのですが、この先は州をまたぐ区間ということで、大半の S バーンはここまでですね。
ここから先はインターレギオ便のみが1時間に1本運行されている区間になります。30分ほど待ちまして、乗っていきますインターレギオ584便がやってきましたよ。編成の一番後ろ側にあった一等車の座席に着席です。それでは次の乗り換え駅に向けて移動していきましょう。乗ったこのインターレギオ便ですが、ザンクトファイトアンデアグラン駅というところまでは近郊列車がない区間もあるということで、そこまでは全ての駅に止まっていきますよ。今回はそのザンクトファイトまで乗っていくので、これインターレギオなんですが、実質各駅停車みたいなものですね。3駅先のウンツマルクト駅までやってきました。ここから先が宗教区間になりまして、州を越えた先にある次の大きな駅、フリーザッハ駅まで行く近郊列車は1本もないみたいです。宗教を越えてフリーザッハ駅を発車したところです。ここからはシュタイヤーマルク州から変わり、クラーゲンフルトという町を中心にしたケルンテン州に入りました。オーストリアは9つの州があるんですが、これまで8つの州は全て通過していまして、この企画上最後に入る州がこのケルンテン州ですね。ただ、ゴールはここではなく、別の州にある駅になる予定です。車窓左手に山の上にそびえ立つすごいお城が見えてきましたよ。あちらはホッホースタービッツ城というオーストリアでは結構有名なお城ですね。確かヨーロッパ100名城にもなっていたはず。まあ見てもらったらわかるように、あのすごい山の上という立地ですので、オスマン帝国を含め敵軍が攻めてきたことが何度かあったらしいのですが、あまりの堅牢さに一度も陥落したことはないのだとか。それでは次の乗り換え地点、ザンクトファイトアンデアグラン駅に到着です。インターレギオ便にこの先乗ってしまうと、規格上での経路が短くなってしまうので、ここで乗り換えて、いつもの遠回りをしていきます。ここまで各駅停車だったこの便ですが、ここからは近郊列車もあるということで、この先は州都のクラーゲンフルトまで一気に駆け抜けるみたいですね。しかし、レールジェットとかが走っていた時はこの区間、あと30分くらいは早かったのですが、電車になったとはいえ、やっぱり各駅に止まるとそれなりに遅いですね。では、ここからの次ですが、次はこの上から2番目、S2 系統のフィラッハ中央駅行きに乗っていきます。この S2 系統、なんかすごい運行経路になっているようで、ここから南西方向にあるフィラッハに向けて進むのですが、始発はここではなくて、先ほど乗ってきたインターレギオ便が行った先、南にあるクラーゲンフルトが始発なんだとか。なので動きとしては、ここまで一旦北上してきてから、ここで方向転換して別の路線で南西に向かうという動きになってるっぽいです。発車の7分前くらいですが、やってきましたね。それでは出発です。こちらの便ですが、終点のフィラッハ中央駅まで乗っていきます。そしてこの電車が本日最後の乗車便となっていますよ。今日はフィラッハの駅前にホテルを取っていますので、先に行ってしまうと戻れなくなってしまいますからね。発車してすぐのここで、クラーゲンフルト方面の路線とはお別れ。ここから先はフィラッハまでを結ぶ線路に入っていきます。ちなみに路線としては、向こうがローゼンタール線という別の路線として分かれていて、こっちは先ほど通ったザンクトミハイルから続くルドルフ線ですね。さらに言えばこのルドルフ線、3日目に通過した土日しか列車がない秘境区間を含むザンクトファーレンティン駅から続いていたりします。オーストリアの近郊車両は本当にこれが多いので、もう随分見慣れた内装ですが、この座席、実はかなり座り心地がいいんですよ。
この企画の性質上、座る時間が長いじゃないですか。でもこの椅子の素材がちょうどいい硬さなのか、長時間座ってきた割に全然疲れたという感覚が今までないんですよね。個人的には日本を含めた鉄道の座席の中で一番好きですね、この椅子。お、これはまた面白い列車とすれ違いました。あちらは客車編成なんですが、この路線で1日2往復だけ設定されているインターシティ便ですね。フィラッハに近づいたところで左手に湖が見えてきましたよ。こちらはオシアッハ湖というこの州で3番目に大きな湖ですね。この辺りのエリアは湖水地方とまでは言いませんが、ベルター湖やミルシュテッター湖という大きな湖が点在していて、そのうちの一つになります。沿線の大きい湖ということで、先ほどすれ違ったここを通るインターシティ便には愛称としてこの湖の名前が付けられていたりしますよ。終点少し手前のここで東のクラーゲンフルトからやってきた路線と合流です。こっちはローカル輸送がメインな路線ですが、向こうは国際列車や夜行列車が多く走るオーストリアでもかなり重要な幹線ですね。ということで終点のフィラッハ中央駅に到着。無事フィラッハに到着しまして、本日はここまでということで今日のまとめですね。今日は朝ウィーン周辺を少し遠回りした後は南西に向けひたすら移動するだけという、昨日に比べると割とシンプルな移動ではありました。その乗った本数自体も合計で6本と昨日に比べると控えめですね。ただ移動距離は長くて約497キロと、これまでの日程で一番長い距離を移動した日になりました。特にマイドリング駅から乗ったインターシティ便が長く、1駅間しか乗ってないんですが、約154キロも乗っていたのが大きいですね。そして累計距離は昨日までが 1560.1 キロでしたので、今日の497キロを足すと約 2057.1 キロ。2000キロの大台もここで超えちゃいました。しかしこの企画はまだ続くということで、2000キロを超えてどこまで伸びるか楽しみですね。ということで最後はホテルに行って終わりにしましょうか。今回のホテルは駅前にあるホテルシティフィラッハ。この目の前に見えるのが駅舎というかなり駅に近いホテルになります。ということで今回のお部屋はこんな感じ。お部屋は見た目がコンパクトながらもソファーに冷蔵庫と設備はかなり充実しています。これおそらくですがダブルでも泊まれるお部屋をシングルで泊まる際はソファーにしてくれているっぽいですね。しかもここすごく立地がいい割にはかなりリーズナブルで、今回はなんと1泊81ユーロでした。さらになんですがこのホテルどのプランを選んでも朝食が含まれているという最高さ。フロントの人もかなり優しいですし、このお部屋と値段に朝食付きということで個人的にオーストリアで一番好きなホテルです。水回りはこんな感じ。ちゃんと清掃されていて清潔感がありますし、あとここのシャワーはちゃんと扉付きですね。ウィーンからの移動だった5日目も特に問題もなく、事前の計画通りに無事終了することができました。最後に明日の予定ですが、明日はついにこの企画最終日。ここからゴールとなる駅を目指して一筆書きの旅を完走させたいと思います。どこの駅がゴールになるか、また何キロまで到達するのか、そして無事完走できるのか、すごく気になるところですね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。